はい、こんにちは。今日はですね、トヨタのランドクルーザー200ですね。こちらに Android モニターを取り付けしましたので、そちらのご紹介です。こちらの、モニターはですね、後付け屋さんというところが販売されているオリジナルの商品なんですけども、そちらの商品を持ち込みで取り付けしました。それではですね、Android モニター見てもらいましょう。こちらですね。縦長の Android モニターになるんですけども、かなり大きいですね。こんな感じで僕の手と比べてもらったら大きさわかるんじゃないかなと思うんですけども、エアコンのコントロール操作パネルも全部このタッチパネル上でできるということで、このようにですね操作可能です。ちょっと感覚が違うので慣れるまでいろいろやってみないといけないなとは思うんですけど、一応タッチで全てコントロールできるようになってます。メインの操作部分はですね、今までいろいろと BMW の Android をご紹介しているので見ていただいている方はわかると思いますし、感覚で、やってもらえば十分わかる商品なんじゃないかなと思うんですけども、まず一番最初のトップ画面と言われるところですね、そちらがナビゲーション。こちら今 Google マップが入ってますけども、こちらの Android モニターは後付け屋さんがおそらくですね、アプリを日本仕様に変換されて再ロードしてですね、使われているので、アプリ関係のものに関しては使いやすいんじゃないかなと思いますね。あとはラジオですね。あとは音楽、クラプトンが入ってますけども、あとはビデオ、こちらも今劇場公開してますけども、YSP のこれ7ですかね、アイスブレイクなんですかねが入ってます。カーオート、こちらが、携帯電話をつないでもらうとカープレイのようなやつですねが、使えるんじゃないかなと思います。ちょっとボリューム下げますね。あと Bluetooth ですね。でこれでハンズフリーとか、できると思います。あとさらにスライドしてもらうと、ブラウザの方から、今これ YouTube を今見れるようにしてるんですけども、パソコンと一緒ですよね。ブラウザの方から、アドレスを入れてもらって検索してもらうことも可能です。あとプレイストア、ちょっと今こちらログインしてないので、今この画面なんですけども、じゃあなぜログインしてないかと言いますと、これ後付け屋さんが多分おそらくですね、アプリをロードするときにオリジナルのプラットフォームを多分入れてるんじゃないかなと思うんですけど、このようにですね最初からもうある程度入ってるんですね。なので、一応取り付けた時にテストでできるように、通常はですねいろんなものをダウンロードしておくんですけども、今回はその必要がなかったのでGoogle にはログインしてない状況です。ですからアプリの方から YouTube ももちろん見れますし、ダウンロードしたアプリがですねこのようにいろいろ出てくるということになります。あと制御でっていうのが多分いろいろな設定ができるんじゃないかなと思うんですけど、とりあえずこれも今のところ触らずに置いておきます。資源管理、何なんですかね、ログが残っているやつが見れるんですかね。で Bluetooth ミュージック、あと AUX ですね。こちらはですね、この車はフロントカメラとサイドカメラと、リアカメラがあります。それをフロントの AUX に入れてあげて、で1系統しかないので、今このようにフロントのカメラが映ってますが、サイドカメラはですねこのようにスイッチをつけてですね切り替えるようにしてます。こちら押していただくと、こちらがサイドカメラですね。フロントとサイドが切り替わると。あとバックはこのようにバックも切り替わるということになります。
ただですね、バックカメラに関しては一応一瞬映るんですけども、5秒ぐらいで、カーアシストのコンピューターがですね切り替えてしまうので、アリエクなんかそうなんですけど、モニターとバックカメラセットで売ってるんで、もしかしたらですね、やはりバックカメラだけはですね新たにつけてあげた方がいいんじゃないかなと思いますね。ある程度の年式になってくるとカメラもくすんできてますので、同時にですねカメラも変えられた方がいいんじゃないかなと思います。幸いこのランクル200は純正のバックカメラも非常に変えやすい位置にあるのと、変えやすい形になってますので、変えてあげるとよく見れると思います。くすんだ画面で見るとですね、ちょっとストレスも感じるかもしれませんので、モニターが新しくなったついでにですねバックカメラも変えてあげた方がいいんじゃないかなと思います。フロントとサイドに関してはですねこのようにずっと映りっぱなしなので問題ないんですけど、バックカメラだけですね、5秒ぐらいで切り替わってしまうので、それが要注意ですね。あとセットアップ、こちらにしてもらうとモニターのそれぞれセットアップなんですけども、おそらくアリエクで購入した場合はここは全部設定してあげないといけないと思います。後付け屋さんで販売されているものなので全部日本設定に切り替わってますから、特に何かしなきゃいけないっていうのはないんですけども、一番最初の設定はですねこのようになってます。あとオーディオの設定ですね。でサウンドゲインっていうのがあるんですけど、今一応マックスにしてます。ちょっとだけ、使いにくいなと思うのが、ちょっとボリュームのゲインが低いんですね。ですから走行しながらですね、音楽聴いたり YouTube 見たりそれぞれあると思うんですけど、少しボリュームが小さいなと思うので、もしこのモニターを購入される方は同時にオーディオの方も少しいじられた方がいいんじゃないかなと思います。あと走行中にビデオが見れるか見れないかの設定ですね。こうするとビデオは見れません。こうすると走行中ビデオが見れるということですね。あくまでも助手席の方用になるんですけども、このようになってます。あとナビゲーションのカスタマイズ、マップも Yahoo カーナビ、Google マップが最初の設定なんですけども、 Yahoo カーナビがいい場合は Yahoo カーナビだとか、他のナビゲーションがいい場合はここを切り替えてもらうということになります。あとシステム、ここで Android の設定ですね。ここでネットワークとインターネットで、ここの Wi-Fi の設定をしてもらうと。で今接続済みになってるんですけども、こちらでテザリングしてもらうという形になります。 SIM をさせるようにもなってますので SIM で契約してもいいんですけども、最近は 5G の携帯になってますから、テザリングの方がなんとなく早いような気がします。いらない契約もいらないですしね。で SIM カードはこのように設定できるようになってますので、 SIM で見たい場合はいろいろ設定してみてください。この前動画で上げさせてもらったのと同じような形になります。設定の方法はですね。あとプレイストアの方から Google なんかはアカウントをログインしてもらってダウンロードしてもらうようになりますので、基本的には Android は、Wi-Fi の設定と Google のログインですね。その2つができれば使えると思いますので、興味ある方はやってみてください。ちょっと昔のやつを見てみましょうか。こんな感じで車の中で YouTube が見れます。ちょっとボリュームが小さく感じるんじゃないかなと思うんですけども、一応このように YouTube を見れるようになりますので、車の中でいろいろ楽しめますから、いろいろやってみられたらどうでしょうか。あとハザードがこちらですね。で全体的なイメージしたらこういう感じになってるんですが、やはりここがですね少しこう、手前に出てる感じですかね。でシフトを触るときにはそんなにモニターには干渉しないと思います。大きな手の方だったら干渉するかもしれませんけど、一応モニターが下の灰皿のところの上の縁にぴったりとこうあって、スマートにインストールできていると思います。あと配線関係に関しては、大変申し訳ないんですけども、メンバーシップ動画にてアップしてますので、配線気になる方はですね
メンバーシップに入っていただいて配線を確認してみてください。正直言いますと車そのものがマルチになっているので少し配線はややこしいです。ある程度知識がないとうまく動いてくれないことも多いと思いますので、動かなくて困ってる方はよかったらメンバーシップの方に行ってみてください。わからないことがあればそちらの方から質問いただければお答えしたいと思います。はい、というわけで今日はですねトヨタランドクルーザー200に Android モニターを取り付けしました。詳しいことはメンバーシップにも動画上げてますのでよかったらそちらも見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。